冷凍 OK。 はい、やってました。この冷凍チャンネル。このチャンネルはですね、おすすめの冷凍食品を紹介したり、家庭できる簡単便利で美味しい冷凍レシピなんかをご紹介しております。で、今日は何やるかと言いますと、下味冷凍すると味が長持ちするメカニズムを徹底解説します。私もですね、冷凍レシピ、いろんなレシピを紹介しているんですけども、やっぱ下味冷凍を紹介することが多いんですね。で、改めて下味冷凍は何かと言いますと、食材に、液体の調味料をつけてですね、でその状態で下味をつけた状態を冷凍すると。これが下味冷凍ですね。で、下味冷凍って本当にブームにもなってまして、やっている人とかですね、あとテレビとか雑誌とかでも私が紹介することもありますし、他の皆さんがですね、紹介することも多くてですね、下味冷凍だけの本っていうレシピ本も出てるぐらいですね、すごく下味冷凍人気かなと思います。世間一般で言われる、下味冷凍の魅力としてよく紹介されるのは、やっぱり時短になるってことをよく言われるんですね。すでに味付けがお肉とかそういったものにですね、味がついていて、で解凍して、もしくは凍ったままフライパンとかで調理すればですね、もう料理が完成するということで、その時短さっていうところが結構興味あることかなと思います。ただ私からするとですね、もう下味冷凍の最大の魅力っていうのは実はそこではないんですね。やっぱ一番の理由は冷凍保存中に、劣化が少なく、美味しさが長持ちするという点なんですね。で、これがすごく本当にメリットがあることだと思っています。で、特にお肉類なんかはこの下味冷凍して冷凍保存した方が本当におすすめだということですね。で、今日はですね、こちらに移しているんですけども、こちらはですね、旭化成ホームプロダクツ様からですね、提供いただいている、下味冷凍すると、味が長持ちするメカニズムっていうのをですね、実は紹介している、図になっています。で、これをもとにですね、徹底解説していこうかなと思います。で、今日はですね、実を言うと下味冷凍のレシピとかそういったものは出てこないので、めちゃくちゃマニアックな理論的なメカニズムの説明になります。じゃあ早速紹介していきたいと思います。で、こちらはですね、この通常の冷凍と、下味冷凍の、2つを、表しているんですね。で、食品の中の、組織の中で、どういった変化が起きているかってことを紹介しています。で、まず、通常のいわゆるそのまま冷凍した場合ですね、例えばお肉なんかを、そのまんま下味はつけずに、そのまま冷凍した時に、どういったことが起きるのかっていうことを表しています。こちらはですね、ジッパー付き保存袋と書いてますが、いわゆるジップロックのようなものにですね、お肉とかそういった食材を入れた時にどうなっているかということですね。で、こちらは、その食品の中の状態をですね、イメージで書いています。で、食材の表面があって、で、水分があって、で、タンパク質などのですね、分子があるよということで、こういった繊維になっている部分があるんですね。で、いろんなところに水分がですね、分散して、存在しているというような状態ですね。これが冷凍前の状態になります。冷凍するとどうなるかっていうことなんですけども、お肉とか魚とか、そういった食品の中のですね、特に表面部分ですね。表面部分の水分が凍るんですけども、これが蒸発してですね、抜けていってしまうんですね。で、このいわゆるその袋の部分にとか食品の表面ですね、で霜がいっぱいついてしまうよという状況が起きるんですね。で、これはどうしても表面部分、しかも冷凍されてしまうと、水分がですね蒸発、しやすくなってしまいますね。で、ここで、水分が抜けていってしまうと、いわゆるここに、空洞ができるという状況ですね。で、ここの空洞っていうのは何かっていうと、いわゆる組織と、空気、酸素とかそういった空気がですね直接触れてしまうっていうことなんですね。で、これが起きるといわゆる食品の劣化、酸化とか劣化がですね起きてしまうということですね。で、タンパク質とか、脂質とかですね、いろんなものがですね、空気に触れてしまうことで、酸化をしてしまうということですね。で、食品っていうのは、人間もそうなんですけども、水で満たされているおかげで、空気とか酸素の、ダメージをですね、実は防いでくれてるっていう効果があるんですね。だから水がある、水分があるってことは、実は守られてるっていう状況なんですね。で、それが、水分が飛んで、直接空気に触れられてしまう部分が多くなると、結構そういったダメージを負ってしまうということですね。
で、あとはですね、これやっぱ家庭で冷凍すると、乾満凍結という形になるんですけども、ここの、小さな水分がですね、どんどん他の水分もひっついて、で、氷がどんどんどうしても大きくなっていってしまうんですね。氷がどんどん大きくなると、この分子差の部分がですね、こうギューッと押し付けられて、ここがひっついてしまうという現象も起きるんですね。で、大きな氷がいっぱいあるよという状況になります。で、これがですね、解凍するとどうなるかっていうと、ここにあった大きな氷がですね、溶けることで、ここのドリップと呼ばれる液体がですね、どんどん外に出てしまうということですね。ドリップっていうのは美味しさとか栄養とか、そういったものが詰まっているものなので、これが解凍した時にどんどん出てしまうということは、やっぱお肉とか魚にとってもですね、やっぱ良くないということですね。で、あとはですね、この食品とかその袋に付着している霜の部分もですね、溶けることで、やっぱり液体としてまた、食品に戻るんですけども、ちゃんと吸収はしてくれないので、やっぱ水っぽくなりやすいっていうのもやっぱありますね。実際ドリップとして出てしまうと、ここに空洞ができてしまうので、食感とかですね、やっぱ悪くなってしまうという、やっぱそういったデメリットがあるということですね。で、実際じゃあ下味冷凍はどういう状態になっているのかと言いますと、下味冷凍の場合は、この食品の表面部分に液体状のタレがかかっているという状態ですね。で、さらにその保存袋のフィルムがあるという状況ですね。調味料にはですね、糖分とか塩分っていうものが含まれるんですね。で、こういったものが含まれていると、この食品中に水分が浸透していくんですね。そういう効果があります。ただの水ではなくてですね、塩分とか糖分を含んでいる調味料ということは、中までですね、水分が行き渡るような効果があるということですね。で、この状態で冷凍されるとですね、やっぱり表面が、コーティング、調味液でコーティングをして、氷で、いわゆる膜ができている状態なんですね。ですので、この表面がこの液体で凍った液体があることで、乾燥をかなり防ぐことができます。で、あとですね、糖分とか塩分があるとですね、水分をとどめる効果っていうのがあるんですね。ですので、氷が引き寄せられてどんどん大きくなるってことが、糖分とか塩分のおかげで防ぐことができるというメリットもありますね。で、解凍した後もですね、この糖分とか塩分があるおかげで、保水効果によってですね、いわゆるドリップがですね、食品の中にとどまるような効果があるということですね。ですので、ドリップがいっぱい出て、うまさが抜けるってことが、防ぐこともできるということですね。で、さらには、先ほどの氷が大きくなりづらいっていうことも、ありますので、解凍した後もですね、食感とかも、悪くなりづらいっていうメリットもありますね。こういったところがですね、下味冷凍すると、美味しさを長持ちして冷凍保存ができるという、お話になります。で、実際にレシピはですね、私のいろんな、動画とかでもね、紹介してますので、ぜひご覧いただければと思います。で、注意点というか、ポイントをお伝えしますと、やっぱりその下味冷凍するということなんで、調味液を使うんですけども、下味とはいえ、やっぱ液体を使うということで、表面をやっぱコーティングできるという、やっぱメリットがありますね。で、あとはですね、糖分が含んだものをやはり使った方が良くてですね、で、みりんとか、あとはシロップとかですね、蜂蜜とか、そういった、糖分を含んだ液体の調味料を使っていただくと、やっぱ保水効果も高まっていいかなと思います。で、あとはですね、油分を含んだものも、おすすめにはなりまして、例えばオリーブオイルとか、ごま油とか、いろんな油を使っていただくと、保油効果っていうことで、表面のやっぱ乾燥をより防いではくれるんですね。こういったものをですね、下味に使っていただくといいかなと思います。で、先ほどは、塩分の良さも、お伝えはしたんですけども、下味冷凍の場合は結構味が染み込んでいきますので、あまり塩分を使いすぎると結構味が濃くなってしまうんですね。ですので、塩分に関しては少し控えめにしていただいた方がいいかなと思います。その分、糖分を含む、調味料とかをですね、使っていただくといいかなと思います。で、あとはですね、実際、例えばお肉と調味料を入れた時にはですね、しっかりと混ぜるってことが大事ですね。入れっぱなしで混ぜもしないでそのまま冷凍しちゃうっていうのは良くなくてですね、きちんと混ぜてですね、お肉全体の表面を、コーティングするってことが大事ですね。で、あとは薄く平らにして、冷凍するというような感じですね。これはですね、やっぱお肉はとにかくご家庭で冷凍して、ご家庭の冷凍庫で保管をしておくと、とにかく乾燥酸化、本当に進みやすいんですね。
で、これが進むとですね、どんどんこう変な匂いが出たりとか、色が変わってしまったりとか、やっぱりお肉自体の品質を落としてしまうということですね。で、ラップをしてジップロックに入れて冷凍する。これもやらないよりはもちろんいいんですが、どうしても隙間があって、そこの空気、そして表面のお肉の部分がですね、乾燥して、そういった劣化がやっぱ起きてしまいますので、できるだけこの下味冷凍を活用していただくといいのかなと思います。という感じでですね、今日はですね、この下味冷凍の、美味しさのメカニズムを紹介させていただきました。で、この冷凍チャンネルでですね、おすすめの冷凍食品紹介したり、家庭できる簡単便利で美味しい冷凍レシピなんかもご紹介しております。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。で、あとはですね、ぜひコメントもしていただければと思います。好きな下味冷凍のレシピとかですね、こういった使い方してますとか、あとは質問なんかもあればですね、ぜひコメントしていただければと思います。また次回の動画でお会いしましょう。冷凍 OK。冷凍食品専門家、冷凍王子が人生をかけて作った一冊。冷凍食品の魅力をあらゆる面から追求した究極の本。今すぐ食べたい冷凍食品の本、レシピ付き、自由国民社から絶賛発売中です。